冒頭2件ですね、ご報告いたしますが、昨日1910名ということで、新規感染者、1週間移動平均が1460名というふうにですね、先週と比べて増加傾向であります。特に大阪府、宮城県、一部の地域でありますけれどもですね、増加傾向が顕著であるということで、非常に我々、危機感を持っております。緊急事態宣言は解除になりましたけれども、新型コロナとの戦いは、これは終わったわけではありません。そういう意味ではですね、我々政府もですね、検査を、これをさらに拡充をしていく、特に変異株に関しては、スクリーニング検査の率を上げていく、今40% 目指していますけれども、40% で終わりというんではなくて、できる限り多くのもの、可能な限り、これはこのスクリーニングの率を上げていきたいというふうに思っております。合わせて各飲食店に対してですね、いろんな形で啓発をする、見回っていただく、こういう活動もですね、さらに強化をしていきたい、お願いも各自治体していきたいと思っております。合わせて飲食店なんかのですね、BGM の間にですね、啓発をお願いするような、そういうアナウンスも入れさせていただきたいなというふうに今思っております。とにかく政府もあらゆる形でですね、感染拡大防止に向かって努力をいたしてまいりたいというふうに思っておりますけれども、国民の皆様方にもですね、もうぜひともご協力をお願いいたしたいと思います。緊急事態宣言、それまでにまん延防止措置等々ありますが、我々としては緊急事態宣言、何としても出したくないという思い、これは国民の皆様方に大きな生活のご制限を前回もおかけをいたしまして、大変申し訳ないことであります。でありますから、もう何としても出したくないという思いではありますが、しかし感染拡大が広がった場合には、これは出さざるを得ないということも、これはあり得るわけでございまして、どうかですね、国民の皆様方にはですね、そのような事態にならないようにご協力を重ねて、心からお願いを申し上げたいというふうに思います。もう一点でありますけれども、雇用調整助成金および休業支援金、これ昨日、5月、6月の2か月間の取り扱いについてプレスリリースをいたしました。具体的にはですね、2月12日であったと思いますけれども、雇用訓練パッケージ、これ新たな雇用訓練パッケージというものでお示しをしたわけでありますけれども、5月、6月の休業等に関しましてはですね、感染拡大している地域、特に業況が厳しい企業については引き続き、これはですね、今まで通り、10分の10の補助率ということで、1月8日からやっております。これを継続をいたしたいというふうに思っておりますけれども、それ以外に関しましてはですね、段階的にですね、本則の方に向かって、縮小していくということであります。申し上げましたとおり、厳しい企業、それから地域、これに関してはですね、継続して対応させていただきたいというふうに思っております。合わせて休業支援金給付金の申請期限の延長でありますが、これもですね、昨年の4月から昨年分ですね、に関しては、3月末までとしておりましたけれども、これもですね、昨日国会でも、予算委員会でもですね、検討というお話ししましたが、もういよいよ、この年度末、月末迎えておりますので、5月末まで延長、申請期限の延長をさせていただきたいというふうに思っております。